どうもこんにちは。ホビーチャンネルむさしです。スイートの144分の1マスタングの製作になります。難しい筆塗りの銀色をファレホを使って攻略しようと思います。スイートのマスタングですが、繊細な筋彫りが入った機体が2機分入っています。今回は垂直尾翼が黄色のものとチェッカー模様の2機同時に作っていきます。デカールは鮮やかさで定評のあるカルドグラフ製が入っていました。ランナーのまま内部を塗っていきます。小さい模型なのでランナーのままの方が塗りやすいです。内部が塗れたら機体を接着していきます。接合は良好でパテは必要ありませんでした。水平尾翼は接着したら角度を調整しておきます。合わせ目はスポンジヤスリで軽く慣らしておきますが、やりすぎると繊細なモールドが消えてしまうので注意が必要です。銀色を塗っていきます。塗料はファレホのメタルカラーシリーズのクロームを使用します。エアブラシ用に調整されたものですが、今回はこれを筆で塗ろうと思います。プラスチックに直接塗ってみたのですが、弾いてしまって全く塗れませんでした。何度か塗り重ねれば馴染んでくれるかと思ったのですが、全くそんな気配がありません。諦めて溶剤で落とした後にファレホの通常の黒を塗って下地にしました。通常の黒はプラスチックに普通に馴染んでくれます。何度か塗り重ねて表面を平滑にしたら、メタルカラーのクロームを塗っていきます。今度は普通に塗れました。伸びがちょっと悪いのですが、構わず塗り重ねていきます。3度ほど塗り重ねたら綺麗な表面が得られました。比較のためにファレホの通常のシルバーも塗ってみました。条件を同じにするために下地は黒で塗っています。銀色はどのメーカーの塗料も筆塗りでは金属の粒子がダマになって広い面はきれいに塗れません。左がメタルカラーで右が通常のシルバーです。カメラだと分かりづらいのですが、メタルカラーの方が表面が滑らかです。この塗料であれば筆塗りで銀色が塗れます。とても貴重な塗料です。通常のシルバーの方は溶剤で溶かしてメタルカラーで塗り直そうと思います。シルバーを剥がした機体の方はメタルカラーのジュラルミンで塗ってみました。クロームと同じ特性で下地があれば筆で塗れます。クロームとジュラルミンの比較です。カメラだと分かりづらいのですが、ジュラルミンの方が少し暗く落ち着きがある銀色です。どちらも輝きのある美しい銀色ですが、スケール的にはデュラルミンの落ち着いた色合いの方が合っているかもしれません。風防を塗っていきます。小さすぎてマスキングが困難なので筆で塗っていきます。筆だといくら気を使ってもはみ出してしまいますが、後から溶剤をつけた筆で溶かし取ることで修正ができます。
はみ出したところを慎重に溶かし取っていきます。テールの黄色い部分は細切りのマスキングテープでマスキングしてから塗っていきました。下地が銀色であれば黄色もうまく発色すると思ったのですが、なかなか発色せず何度も塗り重ねる必要がありました。一度白を塗った方がうまく発色すると思います。プロペラを組み立てて筆で塗ります。塗料はファレフォです。ファレフォの赤は隠蔽力が強くて塗りやすいです。デカールを貼っていきます。マークセッターを塗った上にデカールを乗せ、上からマークソフターを塗ります。デカールが程よく柔らかくなったら、綿棒で押し付けて定着させていきます。余分な箇所はデカールが乾く前にデザインナイフで切り取って取り除きます。テールがチェッカー模様の方も同じように貼りました。プロペラの小さいデカールは小さすぎて貼りづらいのですが、目立つので慎重に位置を合わせてから貼り付けます。端の黄色い箇所は下地に白を塗ってから黄色をのせます。翼の透明パーツはとても小さいので、ピンセットで飛ばしてしまわないように気をつけながら取り付けます。車輪も筆で塗ります。小さいのでマスキングは無理だと思います。組み立てたパーツを取り付けていきます。プロペラははめ込むだけにしました。風防は流し込み接着剤で取り付けました。主脚のカバー部分が胴体に干渉したので、ほんの少し切り飛ばしました。主脚を取り付けたら接着剤が乾く前に角度を調整しておきます。
排気の汚れは油絵の具で汚しました。絵の具をのせてから乾いた筆を使ってぼかしていきます。機銃口の汚れも同様に油絵の具で汚しました。ついでに機体左側の羽の付け根も汚しておきました。搭乗員が乗り込む際に踏んで汚れたことを想定しています。針線は 0.08mm の導線で行いました。あらかじめ指でまっすぐに伸ばしておきます。接着箇所に瞬間接着剤を点付けした後、針線を乗せます。機体を垂直に立てているのは針線が重みで吊り下がるようにしているためで、接着剤が固まるまでそのままにしておきます。余分な針線は切り取って黒で塗ったら完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。